めっちゃ美味しい。ハンバーグの中の原点に戻ってきたような。皆さんこんにちは、まいまいです。今日はここ姫路駅にやってまいりました。このローカルプライムチャンネルは編集部からレビュー依頼を受けたレビュアーが指令書に書かれた簡単な指令に従って自由気ままに体験レビューをお届けするチャンネルです。今回もローカルプライムから指令をいただきました。ミッション内容、姫路で本格的な洋食を楽しんで。レストランはキッチン島田、姫路駅近くの和風の門構えのお店。本格的な洋食を楽しめるの？すごい楽しみ。それでは早速行ってみよう。今からちょっとお城の方面に向かってね、歩いていきたいと思います。駅から約歩いて11分の距離、約10分ぐらいか。じゃあこの辺にあるはずなんだけど、和風の門構え、あ、ここじゃない？あった。もうめちゃくちゃ和の艶構え、キッチン島田さん見つけました。外観こんな感じです。それでは早速こちらのキッチン島田さんに行ってみたいと思います。失礼します。こちらがキッチン島田さんのメニューです。あ、いっぱいある。ランチコースからセットメニューもあるんだ。洋食コース、おまかせコース。うわー、あらかけたメニューもすごい。メニューがめちゃくちゃ豊富。お弁当のメニューもあるんだ。すごい。お持ち帰りもできるんだ。いや、すごいな。まずは飲み物か。見てください。たくさんお酒の種類が。ノンアルコールでスパークリングあるんだ。珍しい。この中だとどれがおすすめですか？そうですね。ノンアルコールのスパークリングワインが、この店では結構人気になってます。お姉さん的にはこちらのデュク・ドゥ・モンターニュかデュク・デュ・モンターニュ・ロゼ、どっちの方がおすすめですか？そうですね。こっちはピンクで可愛らしいんですね。あ、じゃあこれ一つください。はい、ロゼの方ですね。マイマイは本日お姉さんのおすすめのデュク・デュ・モンターニュ・ロゼを頼みたいと思います。目の前で入れてくれるんですね。ありがとうございます。かわいい。ご飯はどれがおすすめですか？そうですね。一番おすすめ洋食コースのメニューですね。こちらメインディッシュ選んでいただくという形になっているんですけれども、メインディッシュはどれになさいますか？メインディッシュがハンバーグ、エビフライ、牛タンシチュー、牛三角バラ肉ビーフシチュー、牛ヘレ肉カツレツ、牛ロース牛ステーキ、牛ヘレ肉ステーキから選べるんですね。うわー、どれも気になるけど、この中でお姉さんのおすすめってどれですか？このお店で一番人気なのハンバーグ。じゃあハンバーグでお願いします。はい、ありがとうございます。全部お姉さんにおすすめされている。こちらノンアルコールの大人のロゼでございます。いただこうと思います。なんかこうくるくるさせてみちゃったり。いただきます。飲みやすい。口の中にすごいいい香りが広がってる。ほんのりなんかグレープフルーツっぽい味の中になんかお花みたいな華やかな味がするので、これは女の子絶対好きな味だと思います。ノンアルコールなのでお酒が飲めない人もおすすめです。はい、失礼します。サワラのたたき風のカルパッチョですね。こちらはサワラのたたき風のカルパッチョでございます。めっちゃ色とりどり。玉ねぎとパプリカと貝割れと下にサワラがある。せっかくだからお野菜サワラに巻いて食べちゃおう。ででーん、贅沢すぎる。いただきます。めっちゃ美味しい。サワラがね、多分こう表面ちょっと炙ってるんだけど、サワラの身の甘みとこのお野菜のシャキシャキ感と
とにかくね、すごいね、野菜が甘くて、これ玉ねぎの甘さなのかな。お野菜にかかってるドレッシングもすごいさっぱりしてて、サワラの身の脂身とお野菜の新鮮なシャキシャキと甘さと、何より表面炙ってる香ばしさが今全部口の中に入ってきて、もう感動。一品目でこんな感動してしまっていいのだろうか。野菜が一つ一つ鮮度高くて、口の中で幸福のシャキシャキを奏でている。幸、しそも入ってる。で、しそめっちゃ好きなんやけど、こんな爽やかな旨味ってあるんだ。サワラってこんな美味しいんだ。わあ、ホワイトアスパラと生ハムの赤ワインソースですね。めちゃくちゃおしゃれ。もうすでに贅沢。ちょっと思い切って一口でいっちゃおう。めちゃくちゃ美味しい。赤ワインソースってこんな味するんだ。白アスパラのね、食感がすごい柔らかくて美味しいんだけど、そこにいい感じの塩味の効いた生ハムとチーズの香りと、でこの赤ワインのソースがね、とにかくすごい口の中に、赤ワインっていうなんかすごい強い匂いっていうよりもほのかに香る感じがすごい美味しくて、全部の食材の良さを引き出しすぎている。白アスパラがめちゃくちゃみずみずしい。失礼します。エビとポテトのゴルゴンゾーラグラタンです。エビとポテトのゴルゴンゾーラグラタン。もうすでに美味しそう。めちゃくちゃいい香り。うわー、エビがプリプリ。いただきます。もっちもち。エビありがたい。食べやすいように一口カットされてる。エビがプリプリ。こちらはかぼちゃ。全部一口サイズに切ってくれてるのめちゃくちゃありがたい。パンなんかにちょっとつけちゃおうかな。うわっ、パンにつけて食べるとまた一段と美味しい。こちらのグラタンのこの表面のチーズの焦げ目がカリッとしててめっちゃ美味しい。さささささ、震え震え。今からソースがかかっていく感じですか？はい。喜びのファンファーレすぎるこのグツグツデミグラスソース、このお店自慢のハンバーグをいただきたいと思います。わーい、こんなん絶対美味しいや。待ってハンバーグにスプーン入れたらさ、デミグラスソースとまた別の肉汁が出てきた。いただきます。ほかー、めっちゃ美味しい。こちらキッチン島田さんのデミグラスソースは創業よりなんと継ぎ足ししているソースらしくって、約1ヶ月間煮込んだソースがこの美味しいデミグラスソースらしいです。こう修行のね時から味を伝承しつつ、それをこちらのキッチン島田さんのお店オリジナルソースに仕上げている。だって美味しい。こちらの黄身も贅沢の大洪水。さらに卵さんも加わった贅沢の極みをいただきたいと思います。ハンバーグの中の原点に戻ってきたような、そんな美味しさ。すごいお肉の甘みがすごく美味しいし、デミグラスソースのレミのこの奥ゆかさというか味わいの感じがすごい美味しいし、デミグラスってそのお店によってデミグラスってすごい全然味違うんだけど、デミグラスっていうのをそこまで主張しすぎてないというか、食の原点に戻ってきた、そんな感じがする。ありがとうございます。最後は温かい紅茶をいただきます。いや、食後のね紅茶いいですね。キッチン島田さんのコンセプトが、外のね外装が和装なんですけど、ご飯は本格的な洋食ということで、なんか枠にとらわれない料理が楽しめるのが最大の魅力でした。いやー、とにかくね
本当に何食べてもすごい美味しかった。洋食ではさこう表現しにくい季節感とか、本当にそれこそなんか今日食べたサワラとか野菜も本当になんか季節の旬なものとかが使ってて、そういったものがなんか感じれるのめちゃくちゃいいなって思いました。とにかくここのお店はなんかこう贅沢な気分が味わえちゃう。テーブル席じゃなくてカウンター席なんで、お店の人と一緒にこうお話ししたりとか料理とかいろんなことを対面して話しながら食べれるのもすごい楽しかったです。いいお店を見つけてしまいました。大満足。ごちそうさまでした。姫路駅に戻ってまいりました。今日はキッチン島田さんすごく美味しかったし、もうとにかくね、なんか外装がものすごい和風だったのに本格的な洋食が食べれて大満足でした。ミッション完了です。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。今回レビューしたスポットの情報は概要欄をぜひチェックしてください。この動画が良かった、参考になったという方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。また動画の感想やレビューしてほしいお店やスポットなどございましたらコメントをぜひください。それではバイバーイ。